ここが好きだよ日本人へようこそ。公共交通機関が発達している現代の日本。そんな日本の公共交通機関は私たちの日常生活に欠かせないものですが、その中でも日本独特の機能がついた乗り物と聞いたら何を思い浮かべますか？今回はそんな日本の交通事情に欠かせないある乗り物についてお伝えします。海外の人があまりの親切さに最初は理解できなかったというその乗り物とは一体何だったのでしょうか。こんにちは。俺はミン。ベトナム出身の28歳だ。小さい頃から社長になりたいっていう目標があって、毎日必死に勉強してきた。社長になりたいなんて言っていると、小さい頃は周りからバカにされることが多かった。それでも俺は諦めるつもりはなかったから、今に見ていろよとハングリー精神むき出しで毎日を過ごしていた。俺がこんなに社長にこだわる理由としてはかなり単純だが、社長が俺の中ではお金持ちの代名詞みたいなものだったからだ。でもただのお金持ちじゃ意味がないんだ。努力して何かを得て会社を経営できる頭と才能も欲しいんだ。ただ何もしないでお金が入ってくるようなやつらはいつか絶対苦労すると俺は思っているし、そんな人生楽しくないだろ。やっぱり何かの対価としてお金がないと充実した人生が送れないと思うんだ。それに俺の家は家族も多くて貧乏だったし、ベトナムも他の国に比べればそんなに裕福な国じゃないからな。ベトナムは嫌いじゃないが、いつかこの生活から抜け出せたらと思っていたんだ。俺はありがたいことに両親の協力もあって大学まで行かせてもらった。もちろん経営を学んで、在学中はシンガポールのベンチャー企業でインターンに行ったりもしたんだ。そんな時にシンガポールでたまたま仲良くなった経営者の人から日本に来てみないかって言われた。その人はシンガポールと日本のハーフで、どちらの国にも支店がある会社の社長だった。名前は森さんって言って、小柄でとても温和だったが、内に秘めたパッションを感じられる人だったんだ。俺は内容も聞かず二つ返事で行きますと答えた。後から聞いたら俺の仕事内容は社長、つまり森さんのカバン持ちだと言われた。日本のことは森さんから少し聞いていた程度でほとんどわからなかったが、カバン持ちっていうのは文字通り社長のカバンを持って社長にくっついて回り、そばで経営術や仕事の仕方なんかを学ぶ見習いみたいな感じらしい。今の俺にぴったりすぎると思った。しかも森さんはきちんと給料もくれて、社宅という住む場所まで用意してくれることになったんだ。給料もベトナムの家族に仕送りができるくらいの額で、俺は死に物狂いで働こうと心に誓った。それからというもの、俺の中で森さんは神のような存在になったんだ。でもそういう気遣いや優しさに対してだけで神なんて言ってるんじゃないぞ。経営の腕前も素晴らしかった。森さんのベトナムでの仕事が終わるまでの間、俺はベトナムでもカバン持ちをした。少しでも森さんのそばでたくさんの経験がしたかったんだ。俺から見たらベトナム語、英語、中国語、日本語を流暢に話す森さんはそれだけで十分超人だったが、商談の場に同席してみるとベトナム人の心をつかむ話し方っていうのが分かっているようにも感じた。森さんのもともとの人間性もあると思うが、それ以上に国民性を理解するためにその国の人とたくさん話すことを意識していて、さらに今は心理学まで勉強中だと言われた。
俺はどうしたらそんな時間があるのか疑問でならなかった。ただでさえ会社の経営やら打ち合わせやらで森さんのスケジュールは朝から晩までパンパンなんだ。初めてカバン持ちをした日はそのあまりのハードスケジュールぶりに目が回りそうになったもんだ。日本人は働き者だというイメージはあったが、それはベトナム人も負けてないと思っていた。でも森さんはなんかそういう領域を超えているような気がしたんだ。日本に到着する直前に聞いたんだが、森さんの日本での移動手段はもっぱらタクシーだそうだ。ベトナムはバスや電車の公共交通機関の利便性が良くないから、バイク以外の移動手段といえばタクシーしかない。でも日本は電車もバスも時間通りに来るらしいし、聞く限りではとても便利そうに思えた。わざわざタクシーを使う理由はないんじゃないかと思ったんだ。しかし森さん曰く、そのタクシー移動の時間で本を読んだり情報収集をしたりするそうだ。時間がないというのは簡単だが、時間がない中でどうやってやりくりして自分のやりたいことや学びたいことに時間を使うかが分かれ目らしい。日本に到着し、俺らは早速空港でタクシーを捕まえることにした。ちょうどいいところにいたタクシーの運転手にアイコンタクトをしてドアを開けて森さんに先に乗ってもらおうとタクシーのドアに手をかけようとした時だ。いきなりタクシーのドアが俺に向かってアタックしてきたんだ。俺はいきなり水をぶっかけられた時みたいに面食らった。だっていきなりタクシーのドアがこっちに向かって開いたんだぜ。中に人がいたのかと一瞬思ったが、後部座席には人はおらず、そういうことではなかったんだ。俺は衝撃だった。日本のタクシーってのは自動でドアが開くのか？俺が死ぬほど驚いていると、森さんはニヤニヤしながら先にタクシーに乗り込んでいった。せめてスーツケースをトランクに乗せようとしたら、運転手がトランクを開けてスーツケースをテキパキと、しかも丁寧にトランクに積んでくれていた。俺が手伝おうとしたら、すいません、ありがとうございますって逆にお礼を言われたよ。しかも運転手はどこかの富豪の執事のような清潔できちんとした格好をしているし、白くてシミのない手袋までしていたんだぜ。さらには笑顔で話をしてくれるんだ。その時俺は悟った。きっとこれは森さんみたいなお金持ちの社長が乗るような高級なタクシーなんだと。じゃないと車に自動ドアなんて確実にオーバースペックだし、運転手もきっといい給料に加えてチップをもらって質の良いサービスと身なりを整えているんだと考えたんだ。さすがは高級タクシーだ。ベトナムみたいに運転手の趣味丸出しのラジオや音楽は車内に流れていないし、森さんが本を読んでいるのを察してか、運転手は森さんには話しかけることはほとんどなく、主に俺に話を振ってくれたんだ。気遣いにあふれた快適な車の旅を終えた後、森さんが支払いを済ませてくれた。こういう高級タクシーはどのくらいチップを渡すのかと興味津々で見ていたら、森さんはトランクから下ろされた荷物を持ってスタスタと歩いていったんだ。俺は慌てて自分の荷物を持って森さんを追いかけた。なんと森さんはチップを一銭も運転手に渡していなかったんだ。チップは渡さないんですか？と森さんに聞くと、日本のタクシーにチップはいらないよと言われた。たまにお釣りは取っておいてくださいって渡す人もいるらしいが、チップは強制ではないらしい。そう聞いても俺は納得できずに食い下がった。だって高級タクシーでしょ。あんなに気が利いた接客にもびっくりしたし、何より自動ドアがついた車なんて俺初めて乗りましたよ。ちょっとくらいチップをあげても罰は当たりませんよってね。森さんは笑いながら
今日乗ったタクシーは特別な高級タクシーとかではなく、普通の一般的なタクシーだと教えてくれた。ドアが自動で開くのも日本じゃ当たり前だし、運転手は会社ごとに制服が支給されていて、それを着ているらしい。接客も日本じゃあれくらい当たり前で、客の状況を見て世間話をしたりしなかったりと、きちんと空気を読んでくれるらしいんだ。その仕事ぶりはどっかのできる羊並みだと思った。だってこんなに至れり尽くせりなんだぜ。それからというもの、森さんのカバン持ちをしながら数えきれないほどタクシーに乗ったし、日本に慣れてきた頃には森さんのお使いとかで一人でもタクシーに乗ることがあった。あの自動ドアは何回経験しても VIP になったような気持ちにさせてくれて、俺の密かな楽しみの一つになっていた。自動で開くタクシーのドアは小さい頃から憧れていた社長になった気分にさせてくれたんだ。俺はいたずら半分で両親には何も説明せずに自動でタクシーのドアが開く動画を送ってみた。すると、自動でドアが開くような高級タクシーに乗れるなんて、夢だった社長になれたのかって親戚中大騒ぎになって、弁解するのが大変だったよ。日本での生活は森さんのおかげでとても快適なものだったが、その分努力することはたくさんあった。何度も悔しくてくじけそうになったこともあったが、あのタクシーの自動ドアを見るたびに、俺は社長になるんだと心に誓っていたから、なんとか乗り越えることができたんだ。もちろんタクシーの運転手さんに愚痴をこぼした日もあった。少しの間しか一緒にいないただの客の話を運転手さんたちは親身になって聞いてくれたんだ。どれだけ心が軽くなったかわからない。俺は将来こういう人間になりたいと思った。どんなに金持ちになっても、自分が忙しく余裕がない時でも人の気持ちに寄り添えるような人になれたら素敵だと思わないか？そんな空間を提供してくれる日本のタクシーと運転手さんたちにも心から感謝をしているし、尊敬しているよ。基本的に海外のタクシーのドアは自動ドアではないため、自分でドアを開けて乗り込みます。しかも日本と違って右側通行なので、進行方向に向かって右側のドアを開けて乗らないといけません。タクシーに乗るという行為だけでも、日本と他の国ではたくさんの違いがあることがわかりますね。おもてなしの心が特に強い日本ですが、それはタクシー業界にも広がっています。海外の人たちにもぜひ日本でタクシーを利用してもらい、日本独特のタクシーでのおもてなし文化を体験していただきたいものですね。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。視聴者の皆様のご意見ご感想をコメント欄までお寄せください。もしよろしければ高評価やシェアしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画をお楽しみに。